繰り返してるのかな。よく休んで英気を養ってよく考えて自分の内面をね充実させて、それでもまたザ・タワーに来ちゃうよって、ドーンって。一回だけじゃなくて何度も何度も繰り返してるよって。だけどね、とってもねよく考えてんのよ。こっちもそうだよね。レストってなってるけど、フォーのソーズそこそこ打ちのめされて、ちょっとおいとまいただきますと。逆三角形はね吠えてるよね。エンペラーもうすごく、エンペラーだから揺るがない思いだけど、それも叫ばずにはいられない。でジャッジメント、大きな人生の大きな決断だよね。下される決断で、結局どうなるかっていうと、ゼロだからフールだよね。ビギニングスになってるけど、このサイクル、抜け出せなかったサイクルから多分抜け出すんじゃないかな。その時が来る。水面下で丸々丸が進んでますだから、こっちが水面下かもしれないね。動きが、あなたはまだこのサイクルの中にいる。あなたが愛してる人、あなたが尽くしている人、あなたが素のあなた自身をさらけ出して受け止めてほしいと願っている人、その方とのひととき、楽しいひとときがねたびたびある。その瞬間を求め続けている。でもたびたび同じような衝突をしてしまう。同じようなっていうのは、毎回シチュエーションは微妙に違うんだよね。説明しがたいんだけど、毎度毎度同じ気持ち、説明できない気持ちに到達して感情的になってね、ドーン。昔の傷がうずくんじゃないかな。何年も何年も何年も同じ傷という原動力が水面下で動き続けている。原動力だから質の変化がね
ないようだけど、どうやら変色し始めてるようだよ。エンペラーがね、そう訴えてる。ワオーンって。実はあなたはそのご自身のね、傷の、その傷にねまつわる怒りにまつわるバイブレーションをね、お相手さんと共有したがってる。嘘みたいだけどこの状態ってことになるよね。このタワーの状態、一番たどり着きたくない局面が実は何年も何年も何年もたどり着きたいと感じてやまない局面なんだよ。って感じかもしれないけど、そんな矛盾を感じるよ。そこらが水面下で変色し始めてる、変わりつつあるんじゃないかな。あなたが気づき始めてること、大人になり始めてるんじゃないかな。魂がね、あなたがあなたの荒屋敷に隠した傷から湧き出るマイナスの波動、もうお相手さんと共有する必要がなくなるとあなたは気づき始めてる。そのお膳立てのためのじゃれ合うキスのような、ちょっぴり演出されたようなさ、楽しいひとときも必要としなくなるよ。これは愛の終わりであり、あなたの成長でもある。だから今までは退屈とみなしていたような関係性が成熟した大人の愛の形なんだと知る時が来てるぞ、ワオーンってエンペラーが言ってる。気づいてた。これがなんか水面下であなたの中で進んでること、うごめいてること。このなんか永遠のねサイクルはひょっとすれば一つの居心地があったかもしれないけど、もうお別れの時なんだよ。あなたはね、お相手さんにすごくね、運命的なものを感じてる。だけど、結構まとまりつつあるんじゃないかな。翻弄され続けてたけど、なんか、自分の中で取り留めができてきてる。思い出になってるとまでは言えないかもしれないけど、なんか、少しなんかね、なんかさっぱりした感じがするね。あるいはこれだけどレストにかかってるからね、4のソーズであなたがこのね方との関係性にどんだけ傷ついてもまたなんか信じる気持ち、この方との関係性、愛にマジックを感じて、またなんか奮い立っちゃったのかもしれないね。
傷つくんだけど、でタワーにかかってるのが、これはどうなんだろうね。前方位からあなたは保護されてますよか、あるいはなんかジェームス・ディーンだっけ、ジェームス・ディーンじゃない、ジェームス・ボンドだ、007みたいになんか前方位から狙われてるよみたいな感じもするけど、まあタワーっていうのはね、2人の関係性がボーンとね、あなただけじゃなくてあなたのお相手も振り落とされるんだけど、なんかこの上のビギニングのカードと鑑みると、まあ、お相手さんのことを愛しつつも、あなたがねこの方のことを切り捨てるんじゃないかな、そういう、メッセージが降りるね。で真ん中の親父はなんかこのカード嫌いじゃないんだよね、ほんと。気楽に行こうよって。これ確かね、このカードの前がこの湖の上のボートの上に一人立ってるカードだったと思うんだけどね。相当この親父も孤独だったんだよ。だけどもうなんかその疎外感を超えて、もう俺はいいんだって、俺はもう一人で自由なんだみたいな、そういう心境なんだよね。丸腰で行こうぜって。まあジャッジメントをとっても大きな判断を迫られる、自分の人生、今後の人生に、左右する大きな決断なんだけど、このフール、このカードに何かメッセージ感じるね。まあまだこの状態では、ね、ここまでねリラックスできないかもしれないけど、確かこの方もこの前のカードではね、ほんと一人で立ち尽くしてんだからね、呆然と。メディトリーナ、成就、成功、報酬、まあとても良いカード。まあひょっとすればね、この下のマジックマントラもそうなんだけど、やっぱお相手さんとの関係で、まあ毎度なんかタワーのようなでっかい衝突ドーンって、それでもまたなんかつながっちゃうみたいな、この方とのやっぱ関係性にやっぱり相当な喜びを感じてたんじゃないかな。なんかね、腐れんじゃないかななんて思いながらも、だけどなんか引き寄せられちゃうよねって、これ私たちだけの力じゃないよねって、引き寄せられてるよねっていうような、自分が納得いくところまで、まあ何度衝突してもちょっと納得できるところまで行こうかなっていう、だからなんか相当な喜びはあったのかなって、それは出てる。アルティミス、狙わない、チャンスを逃さない、狙った獲物はね逃さないよっていう、逃しちゃダメだよって、これからあなたがさ、一回全てを捨てて新しい人生を歩み始める、まあ生きなさいよっていうメッセージだよね。あるいはなんかこの下のね、まあ、あなたがなんか狙いをつけてる男のようだけど、またハートを射止めちゃったらまた戻っちゃうけど、なんか、本当に切り捨てなさいよっていうような、終わったんだよって。で真ん中はまさにじゃない、アウェイキング、さあお目覚めの時だよって、
いろいろ大変なこともあったけどね、見がいのあるファンタジーだったよね。お目覚めの時だよって、もう目覚めちゃうんだよ。4のカプスね、メディテーション、この方との関係が一つの瞑想だったかもしれないね。自分を探求することだったかもしれない。だけどもう終わりだよって出てます。結構最初のスプレッドはね、さらっと重いスプレッドなんだけど、それ以降は結構淡い感じがするよね。きっとなんかいい思い出なんじゃないかな、この方との関係って。だけどタワーが出てるから相当大きい衝突だと思うけど、いいね。阿弥陀如来様、あなたという花はいつでも満開ですよと。あなたはもうあなたという一つの個性ですよって。普通である必要もない、皆と同じである必要もない。この現世っていうフィールドで考えれば、血縁、その自分のね、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん、この肉体、あなたがね、今世で借りてるそのボディを受け継いできてる。それはあなた一人でね始まったことじゃなくて、ずっとつながってること。それがあなたなんだよって。あなたという花いつでも満開なんだよって。だから結構ね、しばらくの間ちょっと人と違うような人生の展開を見せてたかもしれない。それは夢だったかもしれないね。ファンタジーのような世界だったかもしれないけど、それもちゃんと血となり肉となり骨となるよって。楽しみだよね。また新たな一歩、これからもう何にもないね、未来が地平線が見えてるけど、だからこのなんかお相手さんとの関係でさ、あなたが解決すべきカルマ、それが燃焼しきる、燃焼しきったところまでこの方との関係性がそのためにねあったんじゃないかな。この真ん中はとてもいいよね。ユニバース、ダールカナの21、そしてラバース。気になるのがこの逆三角形の2 of disc、チェンジってなってるよね。ピエロさんがバランスをとってるような状態で、その下は8のディスクで献身的ってなってるね。自分のことだけじゃなくて周りの人たちも幸せにしたいっていうので、だけども、ユニバースとても良いカード、これ以上ないね。でその後なんだよね、セブンのソーズで
欺瞞、詐術。キツネさんかわいいね。この詐術は可愛く見えるけれども、どうしちゃったんだろうね。一方ね、下はマジシャン。まあ準備はできてるよって。あなたはこれから、あらゆることっていうと言い過ぎかもしれないけど、自分が切るべきカードは切れる状態にあるよって、その場面場面において。やっていけるよって。このだからとてもね良い状態、まあこれ現在と考えたらこの状態で何かあったんだろうね、気づくことがね。まあ欺瞞、嘘をつくとかだから、このラバースがもう到底揺らがないと思えるようなね、何かがあったんだろうね、多分ね。だから水面下で〇〇が進んでいますと、今このねラバースユニバースのさ、幸せの絶頂の状態だったらなかなか分かんないかもしれないね。なんかが動き始めてる。原動力になってるのが、献身的でありたい。自分たちだけじゃなくて多くの人たちに自分の恩恵をお裾分けしたい。これもね、そう、集団の中の私、一人の私じゃなくて、いろんな人たちがいる中の一人の私、一パートを担う私、これがすごいなんか力になってんだね。このラバースとユニバースを見ると、なんとなく自分たちの喜びを追求するというメッセージが強い。で、この真ん中のカードだけど、肩の荷を下ろすだよね。ひょっとすればこの意識、周りの人たちのために頑張らなきゃっていうような意識を一旦、その重荷をね、よっこらしょってなんか置いて、一旦なんか自由になったのかもしれない。で、最後のカードは非常に強いんだけど、これはもう無敵無双だね。しかもこれマジシャンにかかってるね。この方とのなんか関係性の中で何か気づくことがあったかもしれないね。一旦なんか自分のエゴではないけど、なんか本当自分のためだけに一時動いたのかもしれない。その中でユニバース万能感も感じたんだけど、そっから何かまたね、切り返して始めるんじゃないかな。なんかこの狐さんがね、あなたの守護霊様に見えてきたね。あなたはね、夢の中で、例えば巨大ショッピングモールの迷路の中に迷い込んでるような、なんとなく楽しげで、なんとなく悲しげでね、気づけば廃墟のような場所で、あなたはあなたの守護霊様と出会ってるよ。なぜ出会ってんのか。毎晩のようにあなたがあなたとして
今世この惑星に生まれ落ちた意味をあなたに伝えるために、夢というあるいはあなたの記憶の破片の乱反射の一枚の世界で、守護霊様はあなたと対峙している。ユリイカの時、海岸の時、あなたはあなたの秘めたる善のバイブレーションを抑えて生きることが苦しくなってきている。水面下でもう一人のあなたが唯一のあなたに顕在意識での同化を求婚するカナリアのようにね、求めているよ。狐さんが言ってんだからね、守護霊様。ちょっと悪守護霊様みたいに出てきてるけど、あなたの波動はヒーリングの力がある。ライトワーカーとしての霊的正体が出現するんじゃないかな。一時なんか自分のためだけにはしゃいでいたのかもしれないね。マダム・ソレイユ、先生術師。あなたが2オブディスクで、このカードだとねチェンジってなってるけど、なんか自分の中のいわゆるスピリチュアル的なね、こう高まりみたいなもの、なんか葛藤があったのかもしれないよね。今現代社会っていうのはさ、多くの人はやっぱり唯物主義で生きてるじゃない。ちょっと本当に今現行ではね、現時点ではそのバーチャルの世界に入ってってるから、ちょっとなんかこの唯物主義もちょっと奇妙な状況になってるわけだけども、おおよそただ意識としてはね、だからあなたはなんか人と違う、ね、世界観みたいなものを持ってて、いわゆる死後のメソッド、我々が、ね、この現世で生かされている時間帯だけじゃなくて、その先の時間、それは時間ではないんだけれども、なんかそういうのを知っててとても葛藤があったよっていうメッセージが降りてきます。でこちら、これもねやっぱサイキックとか、自分の中のイリュージョンとかね、イルミネーションとか、内面的力の放出、こう提示、なんか実際に影響力を与える、物質でないね、その実体のないものなんだけど、それを実体のある世界に確かな影響力があるものとして表現しますよという感だね。そうしなさいって、だからあなたのね、狐様が言ってんだよ。自分の力ね、解禁しなさいと。もうそうすれば本当に無双できるよと。であなたはその力を持ってて、その準備ができてるんだよと。で真ん中のエリス、どうだろうな、これやっぱなんか恋人となんかあったのかもしれないよね。ユニバースだから本当に完成形なんだよ。
本当に愛した人と何かあった。だからその何かが、このディセプションのカードセブンのソーズなんだけど、あなたをライトワーカーとしてね開眼させるきっかけとなるんじゃないかな。このラバーズだけどなんかすごく素敵だよね、カード。互いが互いなんかこう交錯してて、お相手さんがそういうなんかあなたに裏切りを与えてあなたを開眼させたとすれば、なんかこの狐の霊もさ、あなたの守護霊じゃなくてお相手さんの守護霊からの働きかけかもしれないよね。そういうなんか取引があったよと、工事の世界での。このエリスに関しては不和とか混沌とか不穏とか良くないカードだよね。その下であなたはとても無邪気にね遊んでるけれども、この状態で多分なんか、辛辣な一撃っていうのかな、あなたの心にねぐさっと刺さるような、これは結構答えるかもしれないね。だけどこの経験があって、強くなるよと。そしてあなたの冷静ってものは高まりね、もう抑えきれないぐらい高まりね、放出してきますよと、その力が。だから水面下でかなり動いてんだよね。だからざっくり言うとなんかこんな感じじゃない？人のために、自分のために、やっぱり人のために、そんな感じじゃないのかな。だけどこっちの人のためにとさ、こっちの人のためにはさ、多分強さが違うんだよね。もう集団の中の一人として、ひょっとすればまだ自分に自信がなくて、本当にこれでいいのかなとかさ、分からない中でやってたのが、もう確固たる自信、もう辛い経験、それがしっかりと豊かな未来を切り開く糧となって、あなたの自信を裏打ちしてくれて、同じ人のためにっていう意識で動きたいんだけど、随分違う状態になってんじゃないかな。地蔵菩薩様、いいの来たね。まさにそうだ、人のために動いてください。私なんか最近地蔵菩薩様好きなんだよな、なんか。基本宿養やってるからね、どうしてもやっぱ文殊菩薩様が文殊菩薩様好きなんだけど、そうだな。だから地蔵菩薩様はね、六道、もう全ての人たちをね気にかけて救ってくださる。だから我々こう宗教とかスピリチュアルあんまり興味ない人たちもお地蔵さんはやっぱり知ってるでしょね。けど最近の若い人あんまり見ないのかな、お地蔵さん。私の年代だとね、お地蔵さんやっぱ子供の頃やっぱりよく道端で見かけるからね、非常に親近感がある。一番だからなんかこう自分たちと同じ土俵で自分たちのことを救ってくださる、なんか土で汚れてる、なんか菩薩っていうとさ、本当にねキラキラ輝いててさ、我々より模範的であってさ、もちろん地蔵菩薩さんもそうなんだけども、なんかこう天女とか女神とかさ、なんかこう手が届かないような存在だけど、なんか地蔵菩薩様は違うんじゃない？もっと親近感がある。私たちの足にね土がついているように、なんか地蔵菩薩様の足にも私たちと同じ土がついてるんじゃないかなって、実際もっと崇高な方なんだけど、なんかそういうふうに思わせてくれるでしょ。なんかだからあなたの中になんかそういう気づきがあったんじゃないかな。だから昔は自信がなかったね。だけど
自分自身がね経験してね、自分が幸せのピークまで行って、そこで大きなねショックな出来事があったかもしれないね。それでやっぱりなんか戻れたんじゃない？やっぱり私こうなんだなって、こういう意識でやっぱり生きていきたいんだって。ここを現在として考えて今日その水面下で〇〇〇が進んでいますっていうねお題だから、現在っていうことで考えて、あなたが今幸せのピークだったらちょっと気をつけてくださいね。エリスさん来てるよ。ちょっと不穏な動きがあるから。で、あなたはとっても無邪気な状態になってるからね。ドーンとくるよ。いいかい？うん。とても強いんだよね。クイーンのカップ、キングのディスク。で、最後は10のディスクだね。だけども逆三角形で見ると、ちょっと、やっぱり感ずるところがあるんだろうね。失望している。クイーンのカップの上には8のソズが来てるね。囚われているよと。このデッキでは孤独となってるよね。孤立か。このキングのディスクがパワーだからね。やっぱり抑え込まれてる、囲われてるみたいな状況になってるかもしれない。ただ恩恵は多大な恩恵があるんじゃないかな。天のディスクが来てるから。そうで、だけどもこの5のカップスからあなたの中の、疑念、これでいいのかなっていうような、そこから新たなパースペクティブ、視界が開けるよって、新たな視点が見つかるよって。あれこれだけど大アルカナの12だよね。吊るされた男だよね、通常。吊るされた男からの視界みたいな感じかな。単純に番号が違うデッキになってるかもしれない。そうだな、新たなその視点みたいなもの、とても研ぎ澄まされてる感じがするし、陰と陽両極出てるよね。酸いも甘いもっていったとこかな。なんとなく憂鬱、悲しいことが続く機運の流れが見える。星のように並べられた宇宙のルールに逆らいがたいと落ち込むんだけれど、不思議と受け入れられている状態。例えば最愛の存在が虹の橋を渡るとき、残されたものが悲しみに暮れるとき、その最愛なる存在はすがすがしい霊的バイブレーションを伝えている。その事実を知ってるようだよ。
あるいはそのすがすがしい霊的バイブレーションに守られているような意識であなたは生きている。自分でも不思議、あるいは私中二病じゃないかって思ってるかもしれないうん、ちょっとふわふわ感があるよね。逆らいがたい状態の中にいるからかもしれない。だから仮に今現時点でね、いいことが続きすぎているんだったら、そんな憂いの波動の波が来る。水面下で〇〇〇が進んでいますと。悪いこと続きだったら、あなたに悲しみの耐性がつくんじゃなくて、悲しみの本質が見え始めるんじゃないかな。新たな視点というもの。だから囚われてるし孤独だしね、なんかモヤモヤするけど、あなたの視野っていうのはどん詰まってるわけじゃないんだよね。結構遠くを見てる。だからなんかテンオブディスクとかで物質面のね完成成就なんだけど、そこに新たな疑念とか疑惑出てくるよというカードだけど、そんな中でもなんか自分の見るべき、今後どのようにして自分が生きていけばいいのか、どのように生きていけば自分がアグレッシブにね、力強く生きていけるのか、そのための視野っていうものを持ってんじゃないかな。だから何というかな、あなたに浸透する負のバイブレーションがあなたを人生の本質へと向かわせる。陰陽二極の果ての対極へと向かわせる。それは宇宙、霊的世界だよね。クイーンのカップであるあなたはとても保護されている。逆に言えば本当にもうなんていうの、常に監視されてるような状態にある。上の8のソーズの状態なんか見ると、ただやっぱあなたの居場所はあるんだろうね。居心地が今現在いいのか、あるいはもう悪くなってるのかはともかくとして、あなたのそのステータスはあるんじゃないかな。ただやっぱね、いつでもあなたを見守られてるって考えればいいかもしれないけど、ちょっと窮屈になっちゃうね、やっぱりね。もう大の字だもんね。まな板の上の鯉だっけ鯛だっけ、毎回迷ってるけどいい加減ちょっと調べなさい、ググりなさいって自分自身に言いたい。まな板の上の鯛だね、鯛で、こちらは受け入れる、授かる、だけど夜だよね。自分の中の闇の部分っていうのかな、あるいはとっても今自分が居心地が悪いんだけど、その居心地の悪さは私の中でその許容するわっていうような、ちょっとアンニュイな感じかもしれないね。この点のディスクにかかってるけど、十分な恩恵はある。でこの中での生きづらさは当然ある。だけどそれはもう私の中で許すわみたいな。これはだけど相当孤独なことだよね。うまみもあるかもしれない。
ただやっぱり払わなきゃいけない代償も多い。でこんな意識の中でね、この新たな視点っていうのが出てくるんじゃないかな。真ん中は自分の魂の羅針盤を信じて歩み始めるというカード。この5のカップにかかってる。ひどく落胆した、悔しい思いをした。だけど私はね、私の足で、素足でね、自分の魂の方位磁石を信じて自分が進むべき方向へ行くよと。足音も立てずに進むような、そんなイメージだよね。どこ行くんだろうね、気になるよね。この今現地でのスプレッドで例えば新たな恋人を作るとかそういう感じじゃないよね。だからこの方のキングのディスクのこの方の全てが嫌いなわけじゃないんだよ。多分あなたもこの方にとても理想を求めてたんじゃないかな。最初の出会った当初とかね。だからその理想があるからやがてね、この方のやっぱり、ね、どうしても許せない部分とかそういうものが出てきて、だから決して全てが嫌いなわけじゃないんじゃないかな。本当はね。状況的にはやっぱね、8のソースとか出てるから、やっぱちょっと動けないような束縛感はあるんだろうけど、これも出てるしね。緑が多いね。ハートチャクラかな。ただしね、このカードは偽りだね。あなただと思うんだけど、あなたが秘め事を持ってるよ。あるいはこの方との関係が秘め事かもしれないよね。8のソーズにかかってるから、この方との関係があなたにとってのそのダークサイド、人に伝えていない、自分の周りの人たちに隠しているあなたの姿かもしれない。だからこの方に捉えられてるあなたっていうのもこの影、って考えるとそんな気もするよね。ただおおむね全部緑でとてもね、こうハートを、を求めてる、もしくはね、こう地球の緑とか、緑はその鉱物がね原料になってるから、その死を意味するとも言われてるよね。大地、鉱物、その生命のないもの、こう波動は持ってるだろうけれども、我々のようにその脈打たないもの、そういうものを力にこう緑っていうのはかたどってる。こう緑が集中して出てきて、でこのパースペクティブだけど、通常多くの人たちが見逃すような世界っていうものをあなたが見出すようになる。見えない視点だよね。あなたはそれを捉えているよと。そこにとても価値を見出している。ひょっとすればこのね、お相手さんはもう全くこういうものに興味示さない方かもしれないね。過小評価している感覚かもしれない。だからこの緑がとても強く出てるかもしれない。そしてこの B ゴッテスだけれども、これはねコミュニティだよね。
83、やっぱりその集団の中の一人とか、所属するとかね。だからこの方のやっぱりキングオブディスクのこの方との関係性っていうものはやっぱりとてもあなたにとって重要なんじゃないかな。だからこのカードのこの旅立ち、あなたの歩みっていうのがやっぱ精神的な歩みなんだろうね。軽率かもしれないけどね、このあなたの意識をこのお相手さんが共有してくれるといいかななんて。あるいは逆に気づいてくれない方があなたは歩みがいがあるかもしれないね。その方が都合がいいかもしれない。おーっと、大日如来、あなたの決断は何も間違ってはいません。すごいね。このね、この偽りっていうカード、あなた自身が、あなた自身に偽ってるわけではないんだよね。あなたはちゃんとその偽りの隠している自分をちゃんと見据えてるんだよ。ね。それが結構力になってるかもしれないよね。周りの人たちには、ね、大っぴらにはできないかもしれないけど、だからこそあなたがそのね、偽らなきゃいけない自分から逃げてないから、それがあなたに確かな歩みをね、こう歩ませる力を、授けてくれてるんじゃないかな。ちょっとね、あなたのね、やっぱりハートの面を追求していくととてもいいんじゃないかな。大日如来様、本当これはね、強いよ。あなたの決断何も間違ってないんだもん。だからなんか今まで落としてたもの、自分自身も、ね、優先順位が低くしてしまってたことっていうのを、ふんだんに時間をとって追求していくといいんじゃないかな。今までは見落としてたか、もしくは見ないようにしてたか、気になってたけど見る時間がなかったのかもしれない。だけど今その世界をしっかり見据えて歩むといいと思うよ。いいですね。